軽かった。こんにちは、よすけです。競合ひしめくルール無用 JCJC。最強の空力を目指して全力ボディのミニ四駆を開発。性能を確認するために風洞を自作することにしたよ。前回の動画、縮流部を設けることで、ある程度の流速までは、綺麗な流線を再現できるようになりました。さらに気筒管を設置して流速の計測も可能に。風洞の最大流速が2メートルパーセックぐらい、だということが分かりました。ということで今回は、前回、雑に作った流速計を、持ち運びできる形に作り直すところから、超会議に出展するのに、ブレッドボード剥き出しじゃ恥ずかしすぐる。とりあえずユニバーサル基板を適当な大きさに切って、配線。最近、老眼がひどいので、細かい作業が疲れます。本体はこんな形にまとめてみました。アーブーノとサーツセンサ、LCD が一体化されてます。本体に合わせて箱をサクッと設計。ピトー管とは飛行機などについているあれです。3D プリンターで召喚。レジンはシレイアテックのナイロンブラック。ダウンロードファイルそのままの照射時間だと短すぎて、レイヤーの剥離が起こっていたので、2倍の6秒にしたら綺麗に印刷できました。このレジン、2次硬化するとかなり脆くなるので、2次硬化前にネジを切削した方が良さそうです。2次硬化するとこんな感じ。寸法精度はかなり良かったです。ただ、サポート痕が目立つので、ダイヤモンドヤスリで表面を整えておきました。出来上がりはこんな感じ。ヨスケはヤスリを極めすぎて、表面をカーボンに硬化する技法を編み出したようです。嘘です。カーボンシールが貼ってあるだけです。カーボンシールを貼っているところと、組み立ての動画が行方不明になったので許してください。見た目はレーシーになりました。風洞に設置するとこんな感じ。かなりコンパクトなレーシーになったと思います。これなら車の運転席に取り付けても違和感なさそう。さて、皆さんは風洞の当初の目標を覚えていらっしゃるでしょうか？視聴者のミニ四駆の空力を計測しちゃうという試み。一応計測項目として、空気抵抗とダウンフォース、あたりを考えています。一応計測項目として、空気抵抗とダウンフォース、空気抵抗とダウンフォース、空気抵抗とダウンフォース。はい、まずいです。まだ空気抵抗もダウンフォースも計測できてません。現時点の進捗は流線が安定して、流速が分かって、牛の空力が最強なのか確認したところ、このままでは、ニコニコ超会議の会場で後ろ指を刺されて、突き指させてしまう可能性がビレゾン。マジで、懺悔する、6秒前。なのであります。ということで、手遅れになる前に計測装置を作ることに。これを買いました。密林激安のデジタルスケール730円。どちらかというとダウンフォースの方が、計測しやすそうだったので、ダウンフォースの計測装置を作っていきます。分解。そういうこと？はかりの中身ってこんな風になっているんですね。アルミの棒材に歪みゲージが貼り付けてありました。ロードセルっていうらしいです。重さによってアルミの棒材が変形すると、電気抵抗が変わるので、それを重さに変換している、みたいです。早速ロードセルを使った、ダウンフォースの計測装置を設計。箱が透けているのは透明アクリルを使うつもりだから、この空間にデジタルスケールの本体を格納する予定。なので、LCD が見えるように透明にします。横から見るとこんな感じ。こんな感じでミニ四駆を乗せると、アルミ棒はここで固定されているので、この辺りに歪みが発生するという算段です。ということで、早速作っていきましょう。いつものようにアクリル板を切っていきます。今回の製作で一番の難関は、タイヤを乗せる部分の隙間。接触してしまうと抵抗になってしまうので、精度よく重さを測るためには十分な隙間が必要です。だがしかし、隙間が大きすぎると、この隙間を通って空気が移動してしまうことに。フロア下でダウンフォースを稼ぐマシンだと、
空気の移動によって負圧が小さくなってしまうので、正確なダウンフォースが計測できなくなってしまいます。なので、この隙間の精度が重要となるわけです。これを手動 CNC で製作するのだから狂気の沙汰。加工が終わった気がしたので、とりあえず接着していきます。在庫のあったアクリサンデーの MR 板を使用したので、溶剤タイプの接着剤は使えませんでした。なのでロックタイトの接着剤を使用しています。これ、剥化しにくいので透明素材におすすめです。あと、風洞内で前側となる部分には、三角断面のアクリル素材を接着します。断面積変化が大きいと床面に乱れが発生してしまうので、尖らせて気流をきれいに分けようという算段です。さらに、風洞の床面から距離を取ることで、スプリッターベインのように、風洞床面の境界層が、計測部に影響を与えないようにしています。組み立て。歪みゲージの線が細いので、切れないように慎重に。精度を確認します。数値が見えなくてすまんかったですが、フロントが 28g ぐらいで、リアが 8g ぐらい。はい、ダメです。この4区、電池なしの重さが 77.1g なので、だいぶ足りない。つまり、隙間が小さすぎて引っかかっている模様。なので微修正をしていきます。ちょっと削っては確認の繰り返し。結局この微修正に1日かかりました。マジでレーザー加工機が欲しくなったのですが、透明アクリルが切断できる CO2 レーザー加工機は、安くても20マソするようなので諦めました。ヨスケのヤスリの成果がこちら。フロントが 31.5g、リアが 45.7g、足すと 77.2g になるので、ほぼほぼ正確になりました。ただ、隙間が結構大きくなってしまったので、床面のダウンフォースへの影響が心配です。ということで、早速ダウンフォースを、と言いたいところですが、まずは装置自体の動作確認。ミニ四駆を乗せない状態で確認します。流速はファン最大の約2メートルパーセック。フロントはプラス 0.2g、リアはプラス 0.4g になりました。原因はちょっとよくわかりませんねですが、何回やってもこのぐらいの値になるので、スケール本体によってユーロが絞られている下側の圧力が低下して下に引っ張られているような気がします。ということで何もない状態での値を補正値として、4区のダウンフォースを計測してみましょう。流速は2メートルパーセック。フロントがマイナス 0.6g、リアがプラス 0.7g。マイナスということはダウンフォースじゃなくて、揚力が発生しているようです。補正値を考慮すると、フロントは 0.8g の揚力。リアは 0.3g のダウンフォースとなります。何回かテストしましたが、だいたい同じぐらいの数値に、これは一体どういうことでしょうか？流線を確認してみましょう。流線の確認は流速 0.2 メートルパーセックです。わからん。流線を見ると山形になっているので、フロントもリアもダウンフォースが発生しそうですが、ちょっと角度を変えてみてみましょう。フロントの左前から。わからん。ボディとシャーシの間に吸い込まれていく。流線が気になります。ボディの中をどのように流れているのか？クリアボディではないのでわかりませんが、もしかしたらボディによってフロントに揚力が発生しているのかも？ということでボディを外してダウンフォースを計測。流速は2メートルパーセック。フロントはプラス 0.0g、リアはプラス 0.3g。補正するとフロントは 0.2g の揚力。リアは 0.1g の揚力となりました。ボディを外したことでフロントは揚力が小さく、リアはダウンフォースが小さくなりました。ちょっとよくわかりませんが、4区のボディはフロントに揚力を、リアにダウンフォースを発生させていたようです。
とりあえず優先を確認してみましょう。優先の確認は優速 0.2 メートルパーセックです。ふーむ。わからん。が、ボディがなくなったことで、優先の山なりが小さくなってますね。左フロント前から。ふーむ。わからん。が、シャーシ上の優先はスムーズに流れているようです。ちょっと気になるのはフロントシャーシから、床下に流れていくここの優先、フロントバンパーに当たって下向きに流れているので、ここで揚力が発生しているかも。ボディを外してシャーシだけにしても、0.2g の揚力が発生していたのは、ここの影響なのかもと思いました。はい、ということで今回はここまで。そんなに自信はありませんが、4駆のボディはフロントに揚力を発生させているようです。ちなみに流速2メートルパーセックで揚力が 0.8g だったので、揚力が速度の2乗に比例すると考えると、JCJC を2秒台で走る速度10メートルパーセックでは、25倍、つまり 20g の揚力がフロントに発生していることになります。電池込みのフロントの軸重量が 52.5g だったので、まだ離陸はしませんが、速度が16メートルパーセック、時速 57km 負になると、ルマン、メルセデス状態になる可能性がビレゾンです。ということで4月26、27のニコニコ超会議では、ダウンフォースの計測も可能になったようなので、ミニ四駆を持参して遊びに来てね。ではでは。